はい、内山光一のザ・ゴドチャンネル。はい、よはい、皆様よろしくお願いします。ろしくお願いします。先ほどからね、どなたか来ておられます。聞いてみたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。はい。はい、それでは、主への感謝をベースに準備をお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは先ほどから私の頭上にしておられる方、エレナさんの方にお入りいただき、お言葉いただければと思います。よろしくお願いします。はい、おいただきましてありがとうございます。すみません。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。私は、名前か。はい。名前はい。忘れた。ああ、そうですか。うん、うん、どのようなご用件でここに来られましたでしょうか。よかっ要たら、件か。お言葉いただければと思いますけど。そうだな。うん、要件もうん、忘れた。うん。じゃあ、今思っておられることを教えていただけませんか。それなら言えるかもはしれん。い。よかったです。お願いしまうす。ん、まあ、風が吹いておるので、それに流されぬように、ここに座っているんだが、どうもこの風が強く、風当たりが、うん、冷たい。うん、だがな、これは時々吹いてくる風であると思っていて、北の方から吹いているんだが、それもそのうち止むだろうと、思っている。まあ、何を言っているのかわからんだろう。時代の風ですか。そうなんだがな。うん。まあ、北というのは北朝鮮だな。はい。しかし、それが止むというのも、そういえばわかるだろう。うん。世の中がそのうち変わるぞということを思っているんだな。それで、こう指を舐めて、えーどっちに風が吹いているかを試しているという、そういう状態じゃ。懐の風はどうなんでしょうか。寒いんじゃ、それが。ですね。懐の風は相変わらず寒いんじゃが、うん。しかしまあ、これもまあ、風穴をいつまでも開けとくわけにもいかんので、まあ、なんとか懐が温まるようになってもらいたいものだ。懐に入ってくるものが変わったりします。変わるんではなかろうかと思っておるがな。今までの、うん、今までのこの標識、この紙が違うものに変わるってことですか。まあ、いろんな形に変わるいろんな形に変わるんですね。だろうと思う。うん。うん。そしてそうだな。流れが変わる。流れが変わる。多分そうなるじゃろこの私たちに大きな風がぐっと吹いてくるこの懐の風はいつ頃になるでしょうか。う。ああ、それはもうじき吹く。うん、もうじき吹いてくもうじきですね。そうだ。今の世の中を見てますと、マネーゲームで、遊んでる方たち結構多くて、本来ならそこまでの評価がないのに評価が高くなったり、本来ならものすごく評価が、しなくちゃいけないのに低く評価されたりとうか、ん。まあ、
縁があるのが、ちっちゃくなって、うん。本当は大きなんですけども、ちっちゃな存在として扱われてるみたいですけど、これを一気に出てくるんでしょうか。それらも変わるぞ。それも変わる。うん。うん。変わってくる。うん。二桁台に変わるんじゃないかと思うんですけど、うん。大きく変わるだろ大きく変わる。う。うん。うん。それは、はい。この世界が、その世界の潮流が今、流れを変えようとしているので、大きく変わるためのうん根源のところが入れ替わるわけだ。うんそれによって、すべてのものが、流れが変わる。そうなり始めたら、もうこの流れを止めることはできんじゃろう。しかしこれは、懐が暖かくなる流れになってくるので、まあ、良い方向に向くのではないかと思っておる。良い方向に向かっていくんですうね。ん、この起爆剤が今回行われた選挙にやってくるんでしょうか。そういうことだ。うん。一気に流れが変わっていくんですね。変わる。うん。今年中に大風が吹きそうな感じがするんですけど。うん、大風を吹かせてみようぞ。うん。うん、別に準備することはないですかね。心の準備をしておくことだな。心の準備ですね。そうだ。うん。やはり、黙っていてじっとしていても、うん。風は変わるのだが、うん。それだと傍観者で終わる。うん。そうではなく、やはりその風を受けて、うんしっかりとこの流れを掴んでいくということが肝心であって、そのための心構え、準備というものが必要でしょ準備ですね。う。う。うんん。受け皿もいりますね。そういうことだ。うん。しっかりと受け皿を大きく広げてやっていきたいと思ってますね。うん。うん。それから戦いの流れはいかがでしょうか。うん。スムージの流れは。これもな、うん。変わると、わしは見ておる。まあ、変わりにくいところもあるのだが、それらも少なからず影響を受けるだろう。これまでは、恐怖によってその戦いは起こり、そしてそれで良かったという結論だった。しかし、これからはそれが結論ではないことになる。恐怖でもって人々を動かすような、そういった戦いや争いというものが価値を生み出さなくなるということになるのだ。本来あるべき姿、もともとの姿に戻る。そういうことを意味する。多くの者たちは恐怖によって支配をされてきた。そして洗脳をされてきて、教育を受けて、それが常識だと思い込んできた。なので、その恐怖による支配というものを考えた者たちの思惑通りに世界は動いてきていたということだ。しかしこれからはそういうわけにはいかぬということを言っているのだ。やはりそこには天上界の力が働くことになる。神の力だ。これが働くことになるのだ。どこまでも人間の
欲にまみれた考え方がまかり通るということはないのだ。最後には必ず神が勝つ。そういうところをこれから目撃することになるのだ。そういうことだ。それはいろんな団体の中でも起きることでしょうか？起きる。ちっちゃなところでもですね。皆比例して起きる。それだけみんな、反対の方向にぶれてしまってるっていうことですね。そういうことだ。一つたりともこの流れに逆らうことできないというふうに思っていいでしょうか？個人においても。思ってよい。はい、わかりました。そうですね。一つは、風もなんですけども、水も、それから土も、ここら辺のところはどうになってますでしょうか？これは、ブルブルブルっと一遍振ることになる。それによって、じわじわと歪みが出てきたものが元に戻る。そういうことになる。なので、しっかりと根付いておくことだ。そのために、思いの力を使え。思いの力を使って、しっかりと天とつながっておくわけだ。地面とつながっても揺れるので、天とつながっておけ。そうすれば、地が揺れても大丈夫。なるほど。そういうことだ。やはり地上に生きるものとして、その地が揺れるときっていうのが、桜の咲くときなのか、雪が降ってるときなのか、それとも海がキラキラと輝いてるときなのか、気になって仕方ないところがありますけども、どのようなときなんでしょうか？そうだな。大体において、雪の降る寒い時には、動きやすいものだ。それは、そうですね。土が冷えて、一番冷えた頃でしょうか？暖かくなる前ですね。そうだな。わかりました。ありがとうございます。花の咲くちょっと前ですね。私たちがそれ以外に何か、そうですね。新しい文明を作るために、どうしても大事な点を一つ教えていただければと思います。欲張りだな。ごめんなさい。よろしくお願いします。新しい文明というのはまだ誰も見たことがない。なので、一体どのようなものが出来上がるのか、具体的にはわからぬ。しかし、自分たちが作り上げていくということは確かのようだ。となったなら、それは一体いかなる文明であるのだろうかと。そう考えたときに、浮かぶのはどのような映像であるのか。一人一人、それぞれ浮かぶ絵があるだろうと思う。それは、一人一人の使命によって見える絵が違うのだ。だがそれは、一人一人の与えられた場所、与えられた時間、そして与えられた役割。これらによって一人一人見える絵が違う。だがそれらの絵をいくつもいくつも重ね合わせたそのものが
次なる新しい文明の絵となるのだ。それを今、どのような文明になるのかと聞いておるのだ。うん答えは、自らの中にあると言っておこありがとうございます。新文明を創造するための新しい組織を作って、みんなの思いを集結して、皆様の絵を合わせて作っていきたいと思います。う。うん。はい。どうもありがとうございました。はい。はい。ありがとうございました。どうでしたか今の聞いて、このさん。初めて自分の描く理想像がすごく大きく見えました。なんかこういうふうに、一人一人が、ポジティブにいい未来が作れるっていうふうに描いていって、それが重なっていけば、やっぱりそういう未来が描けていく、実現されていくんだろうなと思ったら、やっぱり、何か悲しいことがあっても、そのことも受け入れながら、そのことで止まることなく、いい未来を想像しながら進んでいかないと、いい未来にはつながらないんだなと思いました。そうですね。ですね。いやー、でも楽しみですね。皆さんのね、一人一人がどんなことを思ってるのか、聞きたいな、見たいな。ね募集しますかね、皆さんにね。あなたが考える未来文明。ですね。ねいいですね。財団ができたらそういったコンクールしましょうかね。よくなんかね、全国に広げて。子供たちによくね、子供たちに聞いてもいいよね。絵を描いてもらったりとかね、するとあなたが考える理想の未来社会。未来社会ね。どんな風になってるのか。未来の学校でもいいしね。お医者さんでもいいし。そうですね。明るい未来を本当に想像してもらいたいですよね、子どもたちに。きっと今だとね、あまりいいニュースがないから未来が見えなかったり、希望がなかったりっていう小さい子たちが多くなっていると思うので、そこをなんか突破したいですね。そうか。じゃあ来年度、頭にそれやろうか。いいですね。いいですね。相当金かかりますね。ニュースで流さなくちゃいけない。全国に広げなくちゃいけないしね。描いてもらう。学校にもね、広げなくちゃいけませんね。一人一人が作る世界だから。ですね。それを集めるわけだから。ね、賞を作って、ね、できればね、総理大臣にお世話になって、総理大臣賞とか。そこまでできればいいんですけどね。いいですね。夢はね、大きく持っていった方がいいですね。大体的にね、どっかね、マスコミも含めてね、やっていくことができればいいですね。ですね。そういったところにね、精通している方、力貸してください。お願いします。なんかたった一枚の絵があって、未来はこれだって言われて、そこに合わせていくような未来じゃなくて。嫌だね、それはね。なんかこう、一人一人がそれぞれの夢を描いて、それがいくつもいくつも集まってできてくる社会ですからね。そう思うといいですね。できれば世界中に広げたい感じですね。ですね。誰が翻訳するんだってこともありますけど。ちょっとわかりませんけど。でもね、やっぱね、広げたいですね。みんなの長所が本当に伸ばしていければいいなと思いますね。今はやっぱり均等にされちゃって、そういう部分を見てもらえない社会になっているので、ぜひ伸ばしてあげたいなって、そのことに協力させていただきたいなと思います。ですね。素晴らしいね。ね。楽しみですね。
はい。やっていきたい楽しみですねはい。うん。未来の社会。それからね、ちょっと風が吹くみたいなので、皆さん風邪ひかないようによろしくお願いします。ですね。これさっきの懐の話よくわかりましたね。わかりました説明した方がいいですね。はいですね、今の日本の円、が今150円ぐらいですかね、ドルでね。ぐらいですね。ですね1ドルね。 1ドルですね。基本的な日本の財産と発行の円、うん。それからアメリカのドルの、アメリカの資産と発行ドルドルですね、うんドルの。はい比較したときに圧倒的に円が強いです。うんですから、150円というふうに言われてますけどもう、んこれはね、マネーゲームしたうん、その結果です。要するに、お札をバンバン吸った結果ってことですか？いや、マネーゲームって言います。そうじゃ違うんです。マネーゲーム。ドルをね、買ったがいいんだ。いや、円買ったがいいんだって言ってみんなで、やった結果ですね。為替そうですね取引。ですね。はいで、今、円が安いんだってことをすると、日本は世界でね、有数の債権国ですね。そうです。いっぱいお金貸してます。債権国ですね。はい。そうすると、円が安くなると、戻すのが安くて済みますよね。まあ、円建てかね、ドル建てかで違ってきますけどね。まあ、そんな感じのところもありますのでね。まあ、いろいろね、いろんな人たちがいろんな思惑で、そして、為替操作とかいろんなことやりながら、今、円が安くなっています。しかし、本当の円の価値っていうのは、多分2桁台と私は思ってます。さっきもちょっと話聞きましたけどね。2桁台が本来の円の強さと思ってます。ずっと以前ありますけどね、週は50円ぐらいじゃないかってずっと前ですけどね、言われてますね。それからもちろんね、だいぶ変わってはいますけども、やはり2桁台になるんじゃないかというふうに思ってますね。果たして、そういうふうにね、本当はどうなんだってぶっちらかして見せることができればね、一気に世の中変わってくるかもしれませんね。誰かがやりそうです。本当に誰かがやりそうですね、それをね。そんな予感がしてなりません。はい。あと2ヶ月しかない、1ヶ月半しかありませんね。ですね。そこで何が起きるのかわかりませんけど。すごい。ですね。そういうことですね。まあ、いいですかね、そんな感じで。わかりますかね、そうですね。説明。それでいいですかね。まあ、ちょっとね、わかんないところもあっていいんじゃないですか、少しね。はい。それでは、これで終わりたいと思います。いいですか？はい。はい。じゃあ、終わりたいと思います。誠にありがとうございました。ありがとうございます。生まれる前から知っていた自分の人生計画。なぜいろいろな問題が起きてくるのか。知らずに生きるより知ってみると意外と簡単。自分の知られざる能力や魂の奥底に眠っている思いを見つけてみませんか？きっと人生が変わります。魂の光セッション。お申し込みは動画の説明欄よりどうぞ。